どうも皆さんこんにちは、はらかんたです。先日アップした動画で今アフリカで起きている歴史的な大転換、フランス離れについて解説しました。これまでフランスはセーファーフランという通貨を通じてアフリカに大きな影響力をもたらしてきました。しかし最近になって現地の反フランス感情が爆発し、軍や大使が追い出されるなど独立から60年以上続いた支配システムが今まさに音を立てて崩れようとしています。ですがフランスがいなくなりアフリカが自立してめでたしめでたしとはなりません。フランスが去ったその隙間を埋めるように猛烈な勢いで入り込んでいる国々があります。特に経済の面において圧倒的な存在感を放っているのが今回のテーマである中国です。今アフリカ大陸で起きている最大級の変化、それは中国による急速な勢力拡大です。私自身東アフリカのウガンダやケニアで活動してきましたが、中国の影響力は肌感覚として強烈に感じてきました。外国人が一人もいないような僻地の村に行っても、そこには中国企業の看板が立ち、中国人の監督の下で大規模な道路工事が行われている。街を歩けば日用品から家電製品まであらゆるものがメイドインチャイナで溢れ返っている。そして何より私が道を歩いていると現地の人たちからニーハオ、チャイニーズと声をかけられます。私たち日本人がケニア人とウガンダ人の顔の区別がつかないように、現地の人たちにとってはアジア人といえば日本人ではなくもはや中国人なんです。それくらい中国の存在感はアフリカの日常に溶け込んでいます。今中国がアフリカで行っていることは人道支援や貧しい国への優しさとは根本的に性質が異なります。もちろん援助もありますが、その本質はもっと冷徹な経済戦略です。そこにあるのはフランスの通貨支配とはまた違う、もっと現代的でもっと巧妙なある契約です。今回はフランス撤退の裏で進行する中国によるアフリカ進出の正体について、現地での実感や最新のデータを踏まえた上で徹底解説します。単なる中国批判で終わらせるつもりはありません。なぜアフリカは中国を選ぶのか、私たち日本人はこの現実とどう向き合うべきなのか、テレビや新聞では報じられない国際情勢の真相に迫ります。ぜひ最後までお付き合いください。まず中国がアフリカでどれほどの規模で動いているのか、具体的な数字でイメージしてみましょう。中国とアフリカの貿易額を見てみると、その急激な伸びに驚かされます。2000年頃には約100億ドル規模だった貿易額は2019年には約1920億ドル規模にまで膨れ上がりました。さらに直近の推計によれば2024年の中国とアフリカの貿易総額はおよそ3000億ドル規模に達すると見られています。20世紀中盤まではアフリカの貿易相手といえばイギリスやフランスといった旧宗主国でした。かつて彼らはアフリカ全土に広大な植民地を持っていたからです。その後冷戦期にはアメリカやソ連が影響力を持ちましたが、21世紀に入ってからは貿易という観点で見れば単一国としての最大のパートナーは中国です。アフリカにはまだ貧困問題に苦しむ人々が多く残されていますが、経済界では資本主義最後のフロンティアと呼ばれています。これから人口が爆発的に増え、巨大な市場になることが約束されているからです。実際私も昨年4月に東アフリカのケニアの首都ナイロビを訪れましたが、その発展ぶりには圧倒されました。高層ビルや巨大なショッピングモールが立ち並び、おしゃれなカフェでは若者たちが日本以上に普及した電子決済を使いこなしている。アフリカイコール貧困というかつてのイメージはもはや時代遅れになりつつあるのです。この資本主義最後のフロンティアを誰よりも早く、誰よりも大規模に抑えかかっているのが中国です。ではアフリカの国々にどれだけ投資をしているのか、各国の対アフリカ直接投資残高というデータで比較してみましょう。統計によって多少のばらつきはありますが、ジェトロ日本貿易振興機構などのデータによると2023年末時点で中国の投資残高は約421億ドルと言われています。これに対して日本はどうか。財務省の統計によると2024年末時点での日本の対アフリカ直接投資残高は約1兆4000億円ほど、ドル換算すると約90億ドルから100億ドル程度です。つまり中国は日本の4倍以上の規模でアフリカに投資を行っています。貿易や投資の面において中国に依存するということは、アフリカの経済は中国なしには成り立たなくなっていることを意味します。そして
経済的な結びつきが強くなればなるほど、当然政治的な交渉力においても中国の存在感は圧倒的になっていきます。しかし中国のやり方にはフランスとは決定的に違うある特徴があります。それが世界中で議論の的となっている債務の罠です。債務の罠という言葉、皆さんは聞いたことがありますか？これはアメリカやヨーロッパのメディアが中国による新しい植民地支配だと批判する際によく使う言葉です。一般的に言われている仕組みはこうです。中国が途上国にお金を貸してインフラを作らせる。しかし相手国が借金を返せなくなると、借金の方に港や重要施設を奪い取ってしまうというものです。この債務の罠という言葉、実は専門家の間では実態を単純化しすぎている。中国が最初から罠にはめるつもりだったという証拠はないという慎重論もあります。中国側も最近は貸し倒れのリスクを警戒して融資を絞る傾向にあります。しかし私がここで強調したいのは、最初から罠だったかどうかという定義論ではありません。重要なのは、結果として巨大な借金を背負えば国家の主権が制限されるという現実は変わらない点です。典型的な例としてよく挙げられるのがスリランカのハンバントタ港です。スリランカは中国からの借金でハンバントタ港を建設しましたが、その借金の返済が立ち行かなくなりました。結果どうなったか。港の運営権を99年間中国企業に貸し出すことになったのです。99年間の運営権譲渡。これは事実上の領土割譲に近い状態であり、スリランカ政府の手からはコントロールが離れてしまったことを意味します。これと同じリスクが今アフリカ各地で懸念されています。中国のやり方は非常にビジネスライクです。資源担保型ローンという契約を結ぶことも多く、もし現金での返済が滞れば、その国の鉱物資源や石油の輸出収入が優先的に返済に充てられる仕組みになっています。軍事力を使って国を占領する必要はありません。契約書と借金で相手の国の財布の紐を握る。これが現代の国際社会における新しい支配の形なのです。では、なぜ中国は大きなリスクを負ってまで遠いアフリカ大陸に巨大な投資を続けているのか。単にお金儲けのためだけなのか。そこにはもっと壮大な歴史的な執念とも言える野望が隠されています。一帯一路という言葉をニュースで聞いたことがあると思います。これは習近平国家主席が掲げる広域経済圏構想です。簡単に言えば、陸のシルクロード一帯と海のシルクロード一路を現代にもう一度作り、中国を中心とした巨大な貿易ルートを完成させる計画です。実はこの構想、中国の歴史を知るとその本気度がわかります。ここで少し世界史の話をしましょう。皆さんは明という時代を覚えていますか？今から約600年前、中国が明だった時代、鄭和という人物がいました。彼は大艦隊を率いて東南アジア、インド、そしてなんとアフリカ大陸の東海岸にまで遠征していた記録が残っています。ヨーロッパの大航海時代、バスコ・ダ・ガマやコロンブスが海に出るよりも100年近くも前の話です。明の時代の中国は世界の GDP トップに君臨する超大国だったと考えられています。しかしその後、清の時代になり、イギリスとのアヘン戦争でボロボロにされ、日本との日清戦争にも敗北し、中国は眠れる獅子として長い屈辱の時代を過ごしてきました。現在の習近平国家主席をはじめとする中国共産党のリーダーたちの頭の中には、こうした歴史観が強くあると言われています。つまりアヘン戦争以降、欧米列強に奪われた世界の中心の座をもう一度取り戻すという強烈な思想です。現代の一帯一路は単なるインフラ整備計画ではありません。かつて鄭和が船を走らせたアフリカまでのルートを現代の技術とマネーで復活させ、中国が再び世界の覇権を握るための国家の威信をかけたプロジェクト。そんな風に表現できるかもしれません。ここまで聞くと皆さんはこう思うかもしれません。中国はなんて恐ろしい国なんだ。アフリカの人たちもさぞかし中国を嫌っているに違いない。フランスを追い出したように中国もいずれ追い出されるはずだと。
しかし、ここに世界情勢の複雑さ、そして私たち日本人が直視したくない不都合な真実があります。実は日本人が思っているほどアフリカの人たちは中国を嫌っていないというデータがあるんです。アフリカの世論調査会社アフロバロメーターの調査を見てみましょう。国によってばらつきはありますが、30カ国以上の平均で約 63% のアフリカ人が中国の影響を肯定的、ポジティブに捉えています。中国の印象を良くしている要因はという質問で最も多かった回答はインフラ投資や開発です。これは日本のメディアが報じる中国は世界で嫌われているというイメージとはかなり食い違っていますよね。ちなみに同じ調査でアメリカに対して肯定的な印象を持っている人の割合は 60%。つまりアフリカの人々の目にはアメリカよりも中国の方が頼れるパートナーとして映っている現実すらあるんです。なぜ借金のリスクがあるのに中国を支持するのか、様々な理由があるかと思いますが、欧米とは違いすぐに結果を出してくれるからというのが挙げられます。アメリカやヨーロッパ、そして日本がアフリカを支援するときにはどうしても条件がつけられます。人権を守りなさい、民主化を進めなさい、汚職をなくしなさい、ちゃんとした国になったらお金を貸してあげますというスタンスです。しかし今日食べるものにも困り、穴だらけの道路で車が走れない現地の人からしたらどうでしょうか。説教はいいから早く道を作ってくれっていうのが本音ではないでしょうか。それに対して中国は政治体制への説教はほとんどしません。独裁政権であろうと、人権問題があろうと、内政干渉はしないというスタンスで、とにかくお金を出す、インフラを作る。この圧倒的なスピード感と目に見える発展を届けてくれる姿勢が現地の支持を集めている大きな要因です。実際、先ほど紹介した世論調査でもインフラ投資や開発が中国に対する肯定的な評価の大きな要因となっていました。ただし、ここには見えない条件があることも補足しておきます。中国は政治的な口出しはしませんが、経済的な縛りは強いです。工事は中国企業が受注すること、資材も中国から買うこと、こうした条件がセットになっていることが多く、地元にお金が落ちにくい構造になっています。私はアフリカで現地の人たちからこのような中国に対する批判をよく耳にします。中国が作る道路はすぐに壊れる。安かろう悪かろうだ。中国企業は自分たちだけで固まって地元の人間を雇わない。雇用を奪っている。最近は現地雇用の比率も上がっていると言われていますが、それでも現場の監督や技術者は中国人であることが多く、こういった面が地元の人々の不満の種になっていることは間違いありません。私もよく現地滞在中に中国系企業が道路工事をしている場面に出くわしますが、確かに現場監督はほぼ全て中国人がやっている印象ですね。こうした批判の声は確かに現地でも高まっています。しかし、それでもアフリカの人たちは将来的なリスクがあったとしても目に見えてメリットがある中国を選んでいる。これが現地の現実です。最後に私たち日本の立ち位置についても考えてみましょう。アフリカという資本主義最後のフロンティアで中国が影響力を広げている現実を前に、日本はどう立ち向かえばいいのでしょうか。その前に一つだけお知らせを挟ませてください。私、原寛太は世界を無視しない大人になるためにという本を自費出版しています。私自身がアフリカでの活動を始めた原点について書いた一冊です。興味のある方はぜひ動画下のショップからお買い求めください。一冊700円です。また、全国各地で講演会も行っています。国際協力や社会貢献をテーマに原寛太の講演会の開催にご関心のある企業や教育機関の皆様、少しでも興味がございましたら概要欄のリンクからお気軽にお問い合わせください。先ほど紹介したアフリカに対する投資額をもう一度思い出してください。中国の投資残高が約420億ドル規模であるのに対し、日本は約100億ドル程度、規模にして4倍以上の開きがあります。現地でお会いしたアフリカに詳しいあるジャーナリストの方は私にこう言いました。アフリカへの影響力において中国が大リーグだとしたら、日本は草野球レベルだ。悔しいですが、これが数字が示す現実です。今の日本にアフリカを支援する余裕なんてない。アフリカは中国に任せておけというのは簡単です。しかし、私たちが内向きになり思考停止している間に、アフリカの資源も市場も、そして国際社会でのルール作りも着々と中国が抑えています。これは決して対岸の火事ではありません。
アフリカで起きているお金の力による侵食は形を変えて日本にも迫っています。北海道の水源地や土地が外国資本に買われている問題、あるいは資源のサプライチェーンの問題、自分たちの生活を支える重要なインフラや資源を特定の国に依存しすぎることがいかに危険か、それはアフリカの事例が私たちに教えてくれる最大の教訓です。フランスが去り中国が入ってきたアフリカ、それは単なる支配者の交代なのか、それとも新しい植民地主義の始まりなのか。一つ確かなことは、私たちは欧米中心のニュースだけを見て、中国は悪だ、嫌われていると安心していては、世界の本当の姿を見誤るということです。アフリカの視点から世界を見てみると、日本が置かれている危うい立場も見えてくるのではないでしょうか。このような話をすると、原は中国の擁護をしているのかとお叱りを受けるかもしれません。実際過去には中国共産党の手先と罵倒されたこともありますって、おいおい。しかし私は中国を擁護したいわけでも批判したいわけでもありません。ただ感情論を排して客観的なデータと私が見てきた現地の現実を知ってほしい、その一心でこの動画を作りました。特に中国というテーマに関しては SNS では感情的な議論が目立ちます。それでは現実を見誤ってしまうかもしれない。だからこそ事実とデータに基づいて世界を正しく見る習慣が大切ではないでしょうか。今回のテーマ、皆さんはどう感じるでしょうか。中国のやり方は賢いと思うか、やはり危険だと思うか、あるいは日本ももっと賢く振る舞うべきだと思うか。ぜひコメント欄であなたの率直な感想を聞かせてください。今回のようなテレビや新聞では報じられない世界の裏側についてもっと深く学びたい方は、ぜひ私が運営するオンラインサロンシナジーを覗いてみてください。YouTube では扱いきれないテーマや、では私たちが具体的に何ができるのかという議論もシナジーでは行われています。概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。これからも大手のメディアでは知ることが難しい世界の今を伝えていきます。こういった動画を今後も見たいという方は見逃さないように、ぜひこれを機会にチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。